コンセプトは乗らないのでね。お米が足りん時ってかわいそうじゃない？小鉢はママの気持ち、全部食べてほしい。いらっしゃい。毎日違うやろ。大好き。8年前に脳腫瘍ができて、嗅覚と味覚がなくなったんですよ。やけんこう美味しく食べたい、継続して頑張りたいと思います。じゃあ開けますよ。メニューが毎日変わるんですよ、もらうものとかによって材料がとかいろいろ変わってしまうんです。魚のフライ、塩焼き、両方しようと思う。みたいな、だし、ほぼだし。ちょっとでね。よし。朝取ってきてます。水菜、小松菜、ほうれん草、チンゲン菜、キャベツ、アスパラ、スナップエンドウ。はい、何度か魚料理やね、お刺身とか煮付けとか、美味しいですよ。エゲも今コンソメスープにしたりとかいろ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 使うとって。すみません、ありがとうございます。はい、失礼します。週2回に分けてもらったんやけど、いつもも多いんですけど、今日はちょっと収穫量が良かったんかな。ほうれん草あった。じゃあ私はちりめんじゃこで味付けるんで、ちょっとごめんなさい。何これ？わからんな。よいしょ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 。もう全部一人ですね。メニューがいっぱいやったらもう間に合わないんで。どういう風にしたら美味しくなるかな。もうじゃあ今考えてるんですか？そう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 。小松菜をどうしようか。さあどうにかなるかなっていう。メニューがもうオープンまで決まらん時って結構あるんですよ。日替わりやるんって言われるけど、毎日が日替わりです。一応水曜日はカレーと、もう普通のカレー。土曜日の欄が休みじゃなくて休休む。む。めっちゃいいですね。もう休む。もうなんかゴールがないんですけど大丈夫ですか？結構料理依存症。料理依存症。で今日ちょっと緊張してパン作ってきました。バットあるか作るのが癒しなんですね。な。あ、そうですね。そうですね。お母さんがお店されてたって言ってたじゃないですか。食堂っぽい感じですか？お好み焼き屋さんだったんですけど、辞めててもう一回やりたいとかって言ってたんで、死ぬギリギリまでなんか土地探してたらなんかこう代わりにやってあげないかんのかなとかって思いますよね。ね。
ちょっとですね、ちょっとこれこのお店がオープンしてどれぐらいになるんですか？ 7月の30日なんで、私の亡くなったお母さんの誕生日、母親の誕生日には絶対焼けようと思って、生きとる時に親孝行全然してなかったんで、遅いけどね、1年続けることができたんやねみたいな。大変なことも多かったですか？女が触る魚は腐る、刺身は食えん。だんだん今リピーターさんが多いの人はもう分かってくれて食べにくいけど、めちゃくちゃ厳しかった。未利用魚、ハマチが来たりとか、いろんなほんまにいろんな魚が、スズキとニベとかがあるんかな、安く分けていただいて、それをランチの安いので提供してるから新鮮なんですよね。理解してくれるというか。そうですね。これも小鉢になるんですか？そうですね。誰かの小鉢になりますね。何がどれをつけていいかわからんけど、もういけみたいな、全部いけみたいな感じで、1、2、3、4、5、大体4から5あるんかな。全部つけるんですか？つけとるかな。刺身かな。これ形成されて。今からちょっと目が、おはようございます。ができてません。はい。あと何作るんやったっけ？やめて。もう。やめて。ちょっとですよ。よいしょ。やっちゃいますか。ちょっとどこ行った？なんかお母さん食堂っていう名前にめっちゃ合ってます、人柄が。最初なんか天狗の台所とかってやつでやろうって、もうちょっと仕切り高すぎてやめようみたいな感じで。これは何？量が多くなって。確かに。でかいんです。電池いけるやろ。キャベツ作った。丸巻きしようかな。これは何用のキャベツですか？メンチカツ。よっしゃ。とかある時はまだ小鉢少ないかな。ゆうちゃん今何個作ってる？鮮度。全部多分何時？そのくだりがおったらね。旬の御膳を10合になりました。メータガレの煮つけてどうしたらいいんです？あれタイがおるけんほな2種それ780円で D あるんです。ない。どう思いますかね。いや、安いとは思う。この手間と値段は合ってないと思う。ほら言われとるやん。言われとる。いやあげたいけどね。やっぱ毎日来てくれる人もおるけんね。黒鯛の刺しで終わったよ。これかな。これタイやな。
当のお魚です。大トロ。ああ。あ、いいよ。うんうん、待ってるね。はい。はい。いろんな人が集まるんですね。なんかもう安いから心配してくれよる本当に。これから不況になるんは分かってるから、いやマイナスでもやるよみたいな感じで言ったら、みんな優しいね。優しい人になってる。うん。骨抜くよ。そう。今だいぶ攻めたんで。強いですね。バーナー後でしょうか。小型バーナー探した。あのバーナーが怖くて。ちょっとした料理にはいいかな。十分です。届いた。砂漠ね、砂漠話だけど、ちょうど。結構つけた。お弁当？はい、大丈夫です。助かります。はい。はい、ありがとうございます。これがうちの売りや。彼女の前で美味しいんだよ。これ何が入ってるんですか？油、卵、塩、砂糖、酢。はい、ありがとうございます。何やろ、どうした一番。だけどこれ全部は入らんね。失敗するんよ、メイタさん。高いんからね。いいかな。いけんじゃん。してくれるね。魚はするんでいいです。ちょっと待って、魚のフライ。おう、いけそうや。何分だ。いけそうやな。手外しそうなのかな。いや、お客さんにも西京焼きとして出しとったんですよ。だけどなんか美味しいのに。よっしゃ、洗いに入るよ、ゆうちゃん。はい。これで足りるかな。何どんだけ大きくなったん？ネギがある、ネギが。これももらいもんです。塩の産ネギです。もう豆腐とネギがあったらええやろ。はい。はい言ってください。はい。ネギポン。あ、火ついとる。持ってきただけない。
巻いて中に入れる時間ない。あ、全部やっちゃった。これも食べた後のもうやめとるけんね。やめとるよ。なんで？私味見してない。美味しい。あ、本当。甘い。醤油が強い。いや、これ普通ってね。普通ってなんやろね。さてと。あ、無理。そう。違うと思う。お持ち帰りください。あれ、めいた。ねえ、せんにお菓子持ち歩いたほら。私もしてんの。そう。開店ですかもう。11時の営業にはしてるんですけど、やっぱちょっと早めに開けれるときは開けて。よし、開けますよ。お待ちしております。これが。まあ、2つ。相変わらずやけど、ゆうちゃん。でかいよ。これなんかあれやね、映えないよ。映えないね。乗せるんですね。え、まだってあんの？結構もうお盆がいっぱいなような。なんか今日少ない。
プレート見てよ。これ大。大これです699ってなったけど大丈夫かな。ここは、260が多いんかな。20減らしてもええんかなとは思っとんですけど、お米が足りん時ってかわいそうじゃない。減らしたいけど減らせれんのですよ。1200円にしてたんですけど、かわいそうになってきて、もう950円以上は上げてなくて、日曜日はやっぱ1100円とかはしてるけど、平日はちょっとね。はい、いらっしゃいませ。お任せ大臣、ありがとうございます。これいやうわこれ大？大。大。これなんか少なくない？出た。前も捨てない、もう一個乗ってる。いや、いいよ。お任せ大臣。お任せだよ。いらっしゃい。魚が美味しい。毎日違うやろ。種類が多い。だけど大好き。お邪魔しました。ありがとうございます。ここも醤油こだわってて、刺身醤油は坂出の添加物が入ってないっていう醤油。愛媛の藤川さんで、塩は室戸の信用北海道、あの塩。そう、室戸です。ち向きやこいつ。いや、ほんまはそう。どっち向きやろな。少ない概念がもう分からなくなってきてるけど大丈夫やと思う。少なくはない。私じゃないけど私は言うけど言うじゃない。全のせっていう。分からない。これ誰？これね、品数が多いんで、ちょっとずつ食べられていいですね。
これは特徴か？違う。これは特徴ですか？こっち向き？毎回言うのかな。こっち向き。どうぞ。お。待てますか。すみません。もうできるぐらい急いで。ご飯が大になったらおかずもちょっと増えるね。あ、増えます増えます。あんまりないシステムですよね。え、そうなん？ここに慣れたらなんかバグっちゃう。煮付け。コンセプトは乗らないやつね。なんか好きなの。美味しいです。お魚のメニュー大概品目も多いじゃないですか。野菜がしっかり取れるので、届くお魚とかも毎回違ったりするじゃないですか。基本的にそこも値段を合わせるようにしてるんですか？そう、この値段はちょっときついね。最初ね、ゆうちゃんね、料金設定対抗相手がジョイフルさんだって。で、最初オープン590円で690円でやったんな。し始めて2ヶ月、ちょっと無理だなと。米が上がってきだして、特に原価計算しとったらもう無理やと思う。だから野菜農家さんと出せない、ちょっと大きくなった野菜を安く分けてもらったり。ありがとうございます。あれやな。あれで。生命なん？あ、いらっしゃい。あら、珍しい。はい。ご飯です。どうぞ。
ごちそうさまでした。ありがとうございます。8年前に脳腫瘍ができて手術した後に良性だったんですけど、腫瘍なんで膨れ上がってきてまたやらないかんというんで2回目手術を2年前にしたんかな。頭いじっとるから雨降る時も憂鬱になったりとか最初してて、でその時に何回も入退院繰り返してご飯食べたいじゃないですか。頭の手術は鼻からしたんですけど嗅覚と味覚がなくなったんですよ。砂の味みたいなちゃんと戻ったのが3年後とかやけんこう美味しく食べたいなんでまだ治療は終わってないんでわーって言われても間に合わしできん時もあるから、その小鉢もやっぱ体調によってできたりできんかったりする時やってある、まあもうみんなもう分かっとる、持ちつ持たれずみたいな感じで。帰ったよ。あ、お箸な。よいしょ。うわ、美味しそう。あるよ。毎日やな。刺身がうまいな。ダメに休むばっかり。元気がない。じゃあ明日また。無理やりすいませんみたいなしてもらって、汚れるからね。だからもうこれ1日のスポンジがおじゃんで叶うかな、叶えればいいね。でなんかあれやな、息子のやつとゆくゆくは子供食堂にとか言わんの？最初これ途中のということは今だんだん増えていってるんじゃないですか。お腹空いたってなったら足りるかなってね。お年寄りとか近場にしか行けんような人がうちにいっぱい来てくださいね。食べる量も少ないから特賞っていうのがあって、あった。そう特に小食の人へのやつもあったんや。それプラス現場系のお兄ちゃんたちは、いっぱい食べてこの後お仕事頑張ってねっていう意味で多いのを作った。特賞が750円だったんですけど、それがもう厳しくなってきたから780円にさせてもらって小鉢を増やす。小鉢はママの気持ち、全部ママが手作りしよんで、全部食べてほしい。全部ママの気持ちの表れないこのお盆の中の。お母さん食堂ってそういうことだ。あれあれや。ありがとうございました。ありがとうございました。